こんにちは。うっさです。職人の家の横に、広いスペースが確保できました。ってことで、中断していた崖作りを、再開することになったのですが、まあ、すごくめんどくさい。なぜかってそりゃ、当たり前なことを言うんだけど、でかいんだもん。マイクラの建築物が、簡素な構造な分、単純作業で済むのに対し、見ての通り、崖って、すっごく複雑なんです。巨大な紙に絵を描いてる感じかな？全体が見えないまま描いてると、とんでもないものが仕上がったりするのと似てるんじゃないかな。泣き言を言っても仕方ないので、作業していくよ。草ブロックの座標を取って、表面からブロックを置いていく。これを何度か繰り返して、ブロックを並べるよ。次は一段ずれたらいいんだね。今回は浮かせておくことになるので、そこの部分にバリアブロックがついた状態で、座標を取るよ。支えがないまま置いちゃうと、落下物が出ちゃうからね。前回は、この使い分けに慣れることができず、えぐってみたり、そこのパウダーを落下させたりと、膠着状態が続き、メンタル崩壊してました。まあ、今回も、バリアブロック分を忘れて、ブロックを置いたりしてたんだけどね。でも、前回よりは可愛いもんです。まあ、次行くよ。2段目が終わったので、サンプルを確認してみる。この部分ですね。草ブロックの下に、土を並べます。こちらも浮いた設置になるので、バリアブロック付きを採用。土ブロックの次は石です。奥の真っ暗な場所に巨大石を設置してみたら、前回置いた石と、なんだか様子が違う。まあ、もう少し様子を見ようか。どんどん進めるよ。バリアブロックや光ボケが、壁と巨大石の間に、隙間を作っている。これは利用するしかないね。石の下は何もないので、隙間から下をこっそりくり抜けば、次の段に進めますね。3回に分けて壁を撤去した。意外と広い範囲だったんだね。漏れ出るマグマが小さく見える。次々進めていくよ。一段が終わるごとに、隙間から下を削除する。天才だね。黙れ。壁の座標を調べに向かうと、巨大ブロックからこぼれ落ちた砂の上に、クリーパーが湧いていた。だが、そのままにはしないよ。ここは奈落の一歩手前。黄泉の国へお帰りいただきました。悪い顔してた。改めて、壁の削除です。今回の削除は2回で済みました。波に乗ってきたので、この流れでどんどん進める。削る壁に印をつけて、埋まっていた部分に光ボケを這わせる。この辺は手作業でするしかないんだよね。地面に落ちたパウダーを掃除しようと暗視を使ってみたら、ゾンビが乗っていた。石を設置すると、外枠に這わせた光ボケの範囲が、隣接するバリアブロックを消してしまい、足場を失ったパウダーが落下してしまうのだ。まあ、これも仕方のない事故なので、その都度修復しているよ。バリアブロックが置けるなら置き直して、その上にパウダーを乗せる。置けない場合は羊毛で対応。すぐ横に光ボケがあるもんね。で、パウダーに湧いたモブは、速やかに奈落へと、お帰りいただいております。途中、置きすぎに気がついた部分にも、修正を施し、ルーティンを繰り返す。単調な作業が趣味だとはいえ、これはちょっとめんどくさい。だって、サンプルの細かい部分を見ながら巨大ブロックの位置を、細かく確認。まずい。頭を使いすぎて、消え熱が出てきそうだ。ここまでにしておきます。